動画の概要。本動画は既存の文献について一定のテーマのもとに基礎的な内容を自己整理し、今後の展望や課題などを推測していく動画になります。担保された専門的な解説ではないことをご了承ください。テーマ AI 駆動型メンタルヘルス。会話型エージェントによる CBT 及びうつ病ケア。本編に入る前に皆様にいくつかの予備知識を共有させてください。これからお話しする AI がどのように心のケアに入るのかというテーマを理解する上で、鍵となる4つのキーワード、うつ病、認知行動療法、CBT、アドヒアランス、そして治療同盟についての概要を範囲的にですが述べさせていただきます。まず5つ目は、うつ病、軽い派、抑うつ症状についてです。気分の落ち込みは誰にでも経験があることですが、うつ病がもたらす抑うつは単なる一時的な落ち込みとは少し異なると考えられています。多くの場合、心身のエネルギーが枯渇したように感じられ、自分には価値がないといった強い自己否定感や、これまで楽しかったことへの関心の低下が長く続く傾向があります。また、思考力が低下したり、対人関係に強い不安を覚えたりすることもあります。本編で一つの焦点となるのは、こうした人と関わるエネルギーが低下しがちな状態の方々に対して、どのようなアプローチが可能なのかという点です。2つ目のキーワードは、認知行動療法。英語で CBT、コグニティブ・ビヘイビアル・セラピーと呼ばれる心理療法です。CBT は、現在のうつ病治療において有効性が高いとされている手法の一つです。細かに言うと、人間の認知、考え方の癖と行動のパターンに働きかけることで、気分の落ち込みを和らげていくことを目指します。例えば、LINE の返信が遅い時に嫌われたのかもしれないと、極端に考えてしまう癖に気づき、別の視点を探してみたり、気分が乗らなくてもあえて少しだけ活動してみることで、気分の悪循環を断ち切る手がかりを探したりします。効果が期待される一方で、患者さん自身が自らの思考や行動を振り返る練習を続ける必要があるため、時には少しハードルが高く感じられる治療法でもあると言われています。ここで3つ目のキーワード、アドヒアランスが登場します。特に医療の文脈において、治療を主体的にしっかり続けることを、といった意味合いで使われます。近年、スマートフォンやウェブを使って、一人で CBT のスキルを学べるデジタル CBT が数多く開発されてきました。しかし、ここで5つの大きな課題が見えてきました。それは、アドヒアランス、継続率が低下しやすい傾向があるということです。うつ状態でエネルギーが落ちているときに、一人で画面に向かい、毎日コツコツと自分と向き合う作業を続けるのは、たとえイベントスケジュール当て表示があっても、多くの方にとって想像以上に負担が大きい可能性があるのです。最後のキーワードは、治療同盟です。心理療法の世界では、治療の技法そのものと同じくらい、あるいはそれ以上に重要視されている概念です。これは、カウンセラーなどの支援者と患者さんが、一緒に目標に向かって取り組んでいこうという共同関係や、情緒的な信頼関係で結ばれている状態を指します。どんなに優れた治療法であっても、この同盟や信頼関係が築けていなければ、患者さんは心を開きにくく、治療がスムーズに進まないことが多いと考えられています。
ここまでのお話をまとめさせていただきます。うつ病のケアには、認知行動療法 CBT が有効な手段の一つとされていますが、一人で継続するアドヒアランスの維持が難しいという課題がありました。そして、治療の継続や効果の背景には、治療同盟という関係性が大きく影響していると考えられています。では、もしその相手が人間ではなく AI だった場合、人は AI に対してある種の治療同盟に近いものを感じることができるのでしょうか。そして、AI は人が CBT を続けるための伴走者になり得るのでしょうか。それが本シリーズの記述的テーマとなります。これより先は AI 会話エージェントによる CBT およびうつ病ケアという視点のもと AI を用いた診療アプローチについてなんとなくまとめた資料を見ながらゆるゆるとくっちゃべっていこうと思います。ちなみにうつ状態に関わる予測処理や感情理論、心理的負荷は説明を省略します。それ全部すでに動画にして公開済みですからね。まあ超絶ウルトラスーパーざっくり言うと、脳はたとえやべえ日常であっても思った通りならそれにどっぷりんちょしやすいってことです。あくまでも一つの傾向ですけどね。そして脳がメンヘラってくると、それは脳神経やらを通じて体がガチで重病を引き起こす一つの因子となり得ます。うつや精神虚弱は甘え。それこそ自分のサボりたがり脳に甘えっぱなこと言ってんじゃねえぞってことです。流れとしてはですね、おしゃべりドクターがスライドの解説をし、私が補足をしていきます。なるべく平易な内容となるようにしたため、厳密性などはかなり欠いてますが、いつものよた話の延長と思って聞いてやってください。注意点として、いつもは音声に内容が全部載っているのですが、本シリーズは資料をベースに進みます。まあそれでも聞いてるだけでも、なんとなくいけると思います。それではまず、本シリーズは AI、人工知能を活用したチャットボットが、私たちのメンタルヘルス、特にうつ病のケアや認知行動療法、CBT にどのように役立つのか、その構造と検証を、そして社会に実装するための課題について見ていきます。本資料は、主に2つの重要な研究論文を一次資料としています。実は2017年のコーボットに関するランダム化比較試験 RCT、実は2010年の入院患者向け関係構築型リレーショナエージェントの研究です。この2つの論文から AI は単なる治療のための情報を提供的ではなく、患者が治療を継続するための直接的な支えとして機能するかというメカニズムについて2026年現在の臨床、規制、倫理の視点から眺めていきます。なお文献ラベル等はシリーズの最後にまとめて掲載します。出だしも出だしですが現実的に当然というか注意点として、AI が人間の診療治療を完全に代替するわけではないという点です。近年、2025-2026年のメタ分析でも、生成 AI チャットボットは抑うつや不安の軽減に一定の有効性、効果量 D=0.30 程度を示す一方で、AI はあくまでケアの経路の一部として位置づけられています。全部 AI ちゃんにお任せなんて無理なの当然じゃんクソボケがとお思いでしょうが、ちゃんと先出しで断らないと早合点は確率で発生します。デジタル CBT の課題と会話型エージェントの可能性。まず、このページではなお解説するのかについてです。スマートフォンやウェブを使った既存のデジタル認知行動療法 デジタル CBT が抱える最大の弱点と、それを AI チャットボットがどう解決しようとしているのか、そこを眺めていきます。
それでは画面をご覧ください。資料にある通り、DCBT は有効性が示されている一方で、途中でやめてしまうアドヒアランスが低いという大きな実装上の衝撃を持っています。絶対ではないですが大きな傾向ですね。例えば従来のアプリは読む、入力するという自己管理コストが高く、返上であっても脳が無意識にサボりがちです。それに対し、会話型エージェント、ウォーボットなどは24時間365日の対話的関与を提供します。それは単なるコンテンツの提示ではなく、対話というインターフェースを用いることで、ユーザーのアクティブな関与、アクティブエンゲージメントを引き出し、脳の持つ関係性の価値や報酬系などを通じて、継続率を高める仕組みが設計に含まれています。では、ただの CBT 知識の辞書ではなく友達のような、そして人には言えないことを言えるような相手ということですね。お医者さんが相手でも言いよどむことはありますよね。かといっても家族にも知人にも言えない。じゃあ誰にぶつけるねんっていう先が AI なんですね。これは利用者が人間を信用していないというわけではなく、話した後の未来予測に脳が耐え難いためと考えるのが優しいです。ただでさえすでにエネルギー不足なのですから、決して心の辛さを機会に話すなんて無駄ということはありません。脳の認知機能として十分正常と言えます。有名なスラングとして、壁に話しかけるのは普通です。壁が返事を返してきたら病院に来てください。というのがありますね。しかし現代では、返事を返す壁が生まれたということなのでしょう。ただ誤解しやすい視点として、AI が優れた治療法を教えてくれるから治る、というものが考えられます。もちろん AI のくれた知見も、治療には役に立ってくれることでしょう。しかし本筋はそこではありません。実際には、チャットボットのソーシャルな相互作用、社会思考型が、単なる知的支援よりもメンタルヘルスの改善に有効に働くことが、最近の研究で指摘されています。つまり、何を言うかよりも、どう関わるかが、継続と改善の鍵を握っているわけですね。もちろん知見は大事ですよ。知識や言葉は脳に対して支配的というのが、感情理論や予測理論でも示されていますからね。何をもって自分自身を支配するかという足場として AI を用いるのも良いことでしょう。次回は実際の実験モデル、ウォーボットという AI チャットボットがどのように設計され、どのように若者のメンタルヘルスを検証したのかについて見ていきたいと思います。今回は初回だしいろいろ手探りだけど、よかったらまた次回も見てね。それではご視聴ありがとうございました。